さんお元気ですか？札幌スポーツケア治療室院長の清水誠です。発達健康セミナー、今回のテーマは仙腸関節炎です。骨盤を構成する関節で、左右の腸骨と中心にある仙骨で形成する関節で、現代学では不動関節と言われ、動かない関節と言われていた時代もありました。この仙腸関節にストレスが加わり、炎症を起こす疾患を言います。仙腸関節炎を起こすと、長時間座っていることができない、腰痛や臀部の痛み、そして下肢のしびれや痛みが引き起こされます。こうした症状がなぜ発生するのか。原因は同じ動作の繰り返しが関節に負担がかかり、やがて炎症を引き起こします。具体的には、労働の姿勢、中腰や重いものを持つ動作、長時間の座位姿勢、座る際の不良姿勢、具体的には足を組んだり、骨盤が後傾するような、背骨を丸めて座るような姿勢、そしてスポーツです。こうした痛みが起こると、病院に行っても注射などを受けられず、消炎剤をもらって痛みが緩和するのを待つぐらいしかできません。しかしその間も、仙腸関節に負担のかかる姿勢をしていれば、痛みは消えず、結果として症状が慢性化していきます。そうなったら、皆さんはどこに相談に行きますか？多くの人が整体院や接骨院に助けを求めていかれると思いますが、いたずらに骨盤矯正などを受けてしまうと、大変な目に遭います。仙腸関節炎は骨盤の関節に不具合が生じているだけでなく、それを支えている人体にもストレスがかかっています。こうした状態で関節をむやみに動かすと、関節を支える人体が緩くなり、かえって治らないで、どんどん骨盤を支える力が弱くなってしまいます。私も経験がありますが、矯正を受けると一時的に楽になるので、クライアントはそれを求めて通ってきますが、実はこの行為を続けていると、最後は関節を支持する力が弱くなり、最終的に立ち上がるのも困難になってしまいます。私のオフィスにもこうした悩みを抱えて相談にやってくる方が後を絶ちません。良かれと思ってやっていた行為が、実はクライアントにとってダメージになっていることをセラピストたちも気づかなければいけません。どんな有名な先生でも過信をしてはいけません。私自身もそうしたトラブルに巻き込まれたことがあります。仙腸関節炎になったら、まずは患部を冷やして、炎症を治め、関節の構造を安定させるために、骨盤ベルトで固定をして安静にすることが大事です。もちろん、痛みがあるのにスポーツをしたり、同じように労働をしていれば、治る機会を奪う行為なのでやめましょう。仙腸関節炎は癖になると慢性化するので、治すときにはしっかり治療に専念するようにしてください。また、骨盤矯正などを受けて立てなくなった、座れなくなった方への対処法としては、まずは炎症を取るためにアイシングをする。生活に支障をきたすレベルまでひどい場合には、投薬との併用も致し方ないと思います。そしてベルトの装着。リハビリとしては骨盤関節のバランスを整えるために歩行をお勧めしています。ベルトを装着した状態で、最初は壁に手をついて太ももを持ち上げての足踏み、そこから状態を見ながらプールでのウォーキングをお勧めしています。ゴムのベルト装着を認めている施設もありますので、場合によってはテーピングをして水着を着て行う場合もあります。そして歩ける距離、関節の耐えられるレベルが上がれば、公園など芝生から始め、徐々にアスファルト路面へと移行していきます。焦る必要はありません。必ず関節の炎症が治まり、正しい体の使い方ができれば戻っていきますので、回復するまで原因となる習慣を休みましょう。仕事が休めない、痛みを抱えながらのスポーツは治る機会を奪い、症状が慢性化して、かえって動けなくなってからの回復に時間を要するようになるので、そこのところを決して間違わないでください。
当院で成立をする場合には、患部を刺激する行為はかえって炎症を強くしてしまうので、まずは遠隔治療を第一選択に行います。鍼灸治療であれば、足に存在する膀胱系や胆系といった経絡に針治療を行います。また、筋膜リリースで頭部や足関節などを使ってアプローチをすることで、仙腸関節への負担を軽減します。また、テーピングを使って仙腸関節へのストレスを軽減させることで、とても楽になると言ってくれます。そうした治療と合わせて、仙腸関節への負荷に耐えられるような体づくりを提案していきます。パーソナルトレーニングで臀部や背筋などをつけることで、再発の防止や痛みの予防へと導きます。ぜひ、仙腸関節で悩んでいる方は、お気軽に当院までご相談ください。ご予約お待ちしております。Bye.